はい、こんにちは。今日はこのドリーム木型の靴やっていきます。かかとの積み上げを積んでいきたいと思います。前回ソール貼って出し縫いをやりましたね。ベベルドウエストなんかもやりました。かなりね、いい感じのソールになってるんで、ぜひね、前回の動画見てほしいんですけど、今回はその上に積み上げを積んでいきます。こんな感じでソールがついてますね。今回はこのかかとの積み上げです。かかとの積み上げはこの皮をねたくさんあるんですけど、これこんな感じで積み上げていって高さを出していきます。でね、ここ見てもらうと分かるんですけど、結構丸いですよね。かかとの木型丸くしてあるプラス、作ってる間にねこの辺丸くなってくるんですが、なんですけど、靴のかかとって当然ね平坦じゃないとぐらついちゃうんで、平坦に作るんですよ。なのでこの丸みを吸収しつつ積み上げていって平坦なかかとを作るということですね。でまずはこのままこれ貼るとこんな感じで結構グラグラします。丸みが強いですね。なのでまずはこういうね馬蹄形、馬のひづめみたいな形のパーツをこう貼ると真ん中これ開いてるんで、これでこのソールの丸みをね吸収していくことができます。ということでちょっとこいつをまず加工します。じゃあまずこの馬蹄形のパーツ、これ鉢巻きって言いますけど、真ん中部分を薄くします。こんな感じで包丁で切って、この外側の厚みは残して真ん中の厚みを薄くします。こんな感じで鉢巻きができました。この断面見ると三角形になっているのが分かりますね。この今作った鉢巻きを接着面やすります。でここに糊を塗ります。じゃあこっちにも糊塗りましたので、こいつを貼り付けます。こんな感じですね。まだかなり丸みはあります。なので今回は特別にもう1枚鉢巻きをいきます。普段ね1枚しか貼らないんですけど、今回ちょっと丸みが強いっていうことと、この鉢巻きの厚みが薄いので2枚目をいきます。これでなるべく丸みを取りたいと思います。こんな感じになりました。結構平らになってきましたね。より平らにするためにここ包丁で平面を出していきます。今ここに木釘を打つための穴を開けています。でこの木釘は今の鉢巻きと本底と、あとこの中見えないですけど中底を貫通して剥がれないように留めるんですけど、もしねこの穴がまっすぐだと簡単に抜けちゃうんで、こうやって少し内側に入れることで木釘がこう斜めに入ってそれぞれの材料をね掴んで離さないような形になります。これは内側に向かって少し斜めに、これが木釘ですね。こいつを打ち込みます。
押して確かめてるんですけど、あとね2枚ぐらいですね。これで平行になってるかをね確かめつつやってます。あとこの2枚を積んで終了という感じですね。とりあえずこの1枚を積みます。こんな感じで積んでますね。でここ今それっぽく綺麗になってますけど、これ適当に切っただけです。この断面はね大体の形になるように切ってあるだけなんですけど、この積み上げの断面には水をつけます。そしたらこのハンマーの尖ってる方でこう優しく叩いていきます。感じで少し縦に跡がつきますね。何やってるかというと、この積み上げた皮同士の隙間をねこれで埋めるんですよ。こうするとこの皮同士の隙間がこう潰れて、より皮同士が密着します。まずこれで叩いて、そしたら次はこっちのね断面の方で今叩いた傷跡を消しながら繊維を締めます。でヒールのこの顎のライン、ここですね。ここは今全然適当に積んでます。なので顎のラインを決めます。包丁で顎のこの垂直の線を出していきます。こんな感じで顎のラインは大体決まりましたね。今回ヒールの形状は少し変則的なこう波のような形状にしました。次はですね、ヒールをまとめて釘で貫通して固定します。これでねヒールを全部釘が貫通してるんで剥がれたりすることがなくなりますね。最後の1枚ですね、トップリフトを貼ります。普段はねここゴムがついてたりするんですけど、今回見た目重視でオールレザーでいきます。ヒールをガラスで削っていきます。ちなみにこの時点で結構ねこうヒールに曲線をつけてます。でこのガラスカーブしてますよね。このカーブしてる形状も使ってこのヒールの形状をカーブさせます。よくビスポーク風な見た目って言ってピッチドヒールってありますよね。ピッチドヒール既製品でも結構ありますけど、ヒールが斜めになってこう下に向けて少しねすぼまるような形状。そうするとヒールが少し小さく見えてエレガントに見えるみたいな感じなんですけど、これせっかくフルハンドなので、斜めにするのではなくてヒールカップからこう曲線をつながるように作ります。この断面が少しこうへこんでるのがわかるかと思います。ここですね、このヒールカップのカーブからつながるように作っています。でさらにこのガラスの曲面でしっかりカーブをきれいに出します。こうするとビスポークならではのすごくねエレガントで色気のある見た目になってきますね。次化粧釘ですね。トップリフトこんな感じに印をつけました。ここに真鍮の釘をたくさん打ち込んでいくんですけど、そのためにまず下穴を開けます。
真鍮の化粧釘、こいつ打ち込んでいきます。まず1列目を打って釘の頭をカットしました。じゃあ次2列目打っていきますね。釘全部は打ち込まないで頭をねちょっとだけ出していきますね。これは化粧釘って言ってるぐらいで、本当はトップリフトを固定する役割はあるんですけど、こんなにたくさん打ち込む必要はほぼなくて、あとあるとするとこれですね。釘って皮より硬いので減り防止に少しは貢献してくれるっていう感じです。なんですが実際ね、このオールレザーヒールに釘打ち込みまくりのヒールっていうのはすごく滑りますね。はい、打ち込み終わりました。これでまたこの頭をカットしていきます。このね釘切りで切ると綺麗な平面ではカットができないので、これをヤスリで平らにします。ギザギザだった釘がしっかり平面が出てピカッと輝きました。でこのアッパーとヒールの境目ですね、ここがまだ定まってないので、この面取り包丁を使ってこのヒールの上部を少し面取りします。この道具はここに刃がついてて、ここにねガイドがついているので、このアッパーに当たってもアッパーは傷つきません。じゃあ次はこの片っぽだけにこのヤスリの刃がついたメインヤスリを使ってこのヒールの上部をヤスって整えます。最後は紙ヤスリで仕上げていきます。はい、こんな感じです。渾身の積み上げです。こうして見ると、本当にわずかなんですけど、こうヒールカップからつながるように曲線に作ってるのがわかるかなと思いますね。この後ろの曲線が一番わかりやすいと思います。多分数値で言ったらこのへこみってね1ミリないぐらいだと思うんですけど、こうあるとないとではねかなり印象が変わります。でこの底面には化粧釘をたくさん打ちました。何本だろう、1、2、3、4、5、49本かな。本当にただの飾りです。今皮が白いのであんまり目立たないんですけど、ここを染めたりなんかするとかなり金色が際立ってきて映えると思いますね。で顎の形こんな感じになってるんですけど、これ実は想定してなかったというか、本当はこうするつもりはなかったんですよ。なぜかというと、このカウンターパーツとつながってますよね。こっちもカウンターパーツと顎のライン完璧に合ってますよね。これ合わせたんですけど、もともと型紙状でぴったりいくはずだったんですよ。なんですがこうやって見てもらうと分かるんですけど、このカウンター前のバンプパーツ、これちょっとずれてますよね。これねミスです。ちょっと型紙がねうまくいかなかったんですよね。本当はこれがぴったり合って、こっちのカウンターのラインここもぴったり合うはずだったんですけど、ちょっとずれちゃったんで、そのミスをねカバーするべく少し変則的な形にして、このカウンターのラインと顎をねぴったり合わせました。結果的にこのヒールの形状はなかなかいいかなとは思いますね。積み上げができました。普段こうやって両足あるんで同じことをね2回やらなきゃいけないんですんごい大変なんですけど、今回ね片っぽなんで楽ではなかったです本当は楽なはずなんですけどね、かなり根詰めてこだわりまくって作ったんで、
だいぶね大変でしたけど、その分ねちょっと今までで一番多分積み上げの出来としてはいいかな。はい。またソール仕上げでこう色入れたりね、ロー入れたりして磨いたらどんな感じになるか楽しみですね。ということで疲れた。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。